おっと、これもかっこいいですね。皆さんこんにちは、ガジログです。今回は HHO ジーンの G-POTS をご紹介したいと思います。ようやく日本上陸ということで HHO ジーン様の方から先行レビューということで送っていただいたものになります。待望の G-POTS になりますね。日本ではまだ聞き慣れないかもしれませんけど、これからよく聞くような名称になるかもしれません。どれぐらい製品として輝いているのかご一緒に見ていきましょう。では実際に開封し使っていきたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。ではオープン。はい。おっと、めちゃめちゃかっこいいですね。まず入っていましたのが本体そのものになっています。そしてこちらの製品特徴的なのはこのカバーのようなものがシェルといいまして光る形になっています。これが一番の特徴になっています。そのシェルになりますがいろんな種類が入っていまして今回送っていただきましたのがまずこちらのね先ほどの蓋に書かれていましたディアシャインと書いてあります。付け爪のような感じもしますね。裏面はねこんな感じになっています。そしてケースがすごいですね。ここをね開けて取り出す形になると思います。そしてねこういうゼブラ柄のものも入っています。そしてこういったしましまの感じのものも入っています。本当にね化粧品のようなパッケージになっていておしゃれですね。では早速こちらのパッケージを開けていきたいと思います。Dear to Shine と書いてありますね。Welcome HHG G-POTS と書いてあります。クイックスタートガイドが入っています。そして本体が入っています。そして付属品になりますけど、イヤーピースが S、M、L と3つのサイズで同梱されています。そして充電用の USB-C ケーブルも同梱されています。このね、外観の方を見てみますと特徴的なのが、なんとこの蓋の部分、めちゃめちゃ不規則な形をしています。平らではないんですね。この辺りすごい触り心地がめちゃめちゃいいです。背面もちょっとね、凹んでいるような感じになっていて、今までにないような特徴的なデザインになっています。そしてね、後ろ側には USB-C のポートが1つついています。では、開けてみたいと思います。出てきましたけども、早速電源が入った感じですね。では取り出してみたいと思いますけども、いやー、なんかこれはちょっと異次元な感じがします。今までに見たことのないようなデザインというかね、雰囲気がありますね。ではね、初めて電源を入れてみたいと思います。おっと、光りましたね。これはかっこいい。今ね、ちょっと照明を落としてみたんですけども、こんな感じになっています。一回閉めてみて開けてみます。はい。やはりね、充電中ですよという感じですね。これはちょっと初めて見ますね。まずプロダクト名になりますけど HHO ジーンの G-POTS という名称になっています。そして Bluetooth は 5.2 の規格になっています。オーディオコーデックは SBC に対応しています。またアクティブノイズキャンセリングですね ANC になりますけども最大でマイナス25デシベルとなっています。めちゃめちゃ強力なタイプではないようですね。防水は IPX4 に対応しています。またバッテリーの容量になりますがイヤホン単体では 45mAh となっていますね。そしてケースそのものは 600mAh のバッテリーを積んでいます。そして充電時間は 1.5 時間となっています。そしてケースそのものが 43.6g、イヤホン単体の重さは 5.4g になっています。そしてこちらのシェルと言われているカバーのようなものになりますけど、片方だけで 0.4g になっています。というわけで専用のアプリもありますので、導入してペアリングの方してみたいと思います。今ですね、この標準のものではこういったグリーンのアンビエントカラーになっていますけども、これをね、ちょっといろいろカラーを変えて試してみたいと思います。まずこのホームの右側にあります、この空の上っていうのを試してみたいと思います。もうすぐにね、こんな感じで変わりました。照明をね、今落としてみたんですけど、いかがでしょうか。こんな感じにめちゃめちゃかっこいいですね。そして銀河系っていうのもありますのでやってみます。はい、ということで、このイメージと一緒になっています。そしてパープルのねこういった感じになりますがこれもかっこいいですね。そしてここにモアカラーっていうのがあるんですけどもこちらを見ますと他にもねいろんなタイプのカラーを適用することができるようになっていますね。例えばこのワールドカップってあるんですけどちょっとやってみたいと思います。真っ白にちょっとね赤みがかかっている感じになっています。これもかっこいいですね。そしてネオンライトっていうのがありますね。どうでしょうか。白と紫が入ったような感じになっています。
そして山水の間とありますね。手前の湖の色と夕焼けに染まった山のカラーを表していますね。すごいですね。最後にこのグリーンとブルーですけども、これも美しいですね。こんな風にしていろいろカラーを適用することができますので、もう無限大という感じですね。スペックの方では30万のパターンまで対応しているということでした。そしてさらにこんな感じのものもあります。これライトコントロールと書いてありますが、音楽に合わせてこちらのカラーリングを変化させることもできるようです。またパルスっていうのもありますね。おっと、これもかっこいいですね。めちゃめちゃ派手です。そして点灯っていうのもありますが、これはずっとね、つきっぱなしになるわけですね。そしてブレスっていうものもありますね。これはね、ゆっくりついたり消えたりするようなものになります。そしてアプリの方でちゃんと音質を変えることもできます。イコライザーがついていまして、バランスモード、ボイスモード、そして低音、高音と変えることができます。また、アクティブノイズキャンセリング機能がついています。強さは変化させることはできないようです。また外音取り込みモードもしっかりついていますので、周囲の音を聞きながら音楽を聴くこともできます。また全くないね、ノーマルモードもついています。そして他の機能としましては、こちらの部分をタップしますと、カラーをカスタマイズすることができるようになっています。特に面白い機能が写真を撮ってカラーを抽出っていうのがありますので、これをやってみたいと思います。ではこれを適用してみたいと思います。どんな感じになるでしょうか。こんな感じになりましたが、今までにないような雰囲気になっていますね。これはこれでちょっとかっこいいな。そして通話カラーのカスタマイズっていうのはあるんですが、通話中何色にしますかっていうことなんですね。考え方としては面白いですよね。ではこれからこのシェルというものもつけてみたいと思います。こんな感じですね。これ今東京というカラーリングになっているんですけど、いかがでしょうか。なかなか雰囲気があっていいですよね。そして使い終わりましたら、こちらのケースに落とし込むという感じになります。ではこちらの方もね、つけてみたいと思います。今ね、熱烈というものを適用してみましたが、こんな感じでね、もやもやと灼熱の炎が揺らめいているようなイメージになっています。これはやっぱり暗いところでつけてたら目立ちますね。ではこの後にですね、しばらく使った上での使用感についてお届けしたいと思います。はい。というわけで、あれからしばらく使ってみたんですけども、これから使用感についてご紹介したいと思います。まず最初に装着感になります。このね、ちょっとボディサイズっていうのはややこの部分を含めまして大きめになるかもしれませんが、特段耳につけた時に重い感じはせずに、他社のイヤホンと比べて特に遜色ないなと思いました。人間工学に基づいたデザインになっていると思いますので、特に頭を振っても落ちるっていう気配はありませんでした。そして肝心の音質になりますけど、なかなか伝えることは難しいんですが、まず一つ言えますのは、ドンシャリ系ではありません。専用アプリを使うことによって音域を調整することができ、自分の好きな音質に変えると、とても綺麗な音を奏でることができます。個人的に一番ね、音質が良かったなと思うのは、この低音というモードにすると一番良かったなと思います。ただ事細かにイコライザーで何ヘルツとかね、調整することは細かくはできませんので、このバランス、ボイス、低音、高音の中で選ぶことができます。その中で個人的に低音モードが一番良かったなと思います。そしてね、その流れでお伝えしますが、ノイズコントロールありますね。アクティブノイズキャンセリングになりますけども、めちゃめちゃ強力なノイズキャンセリングではなく、マイナス25デシベルになっていますので、全くね、他のものが聞こえなくなるっていうわけではなく、程よい感じのノイズキャンセリングになっていました。そして外音取り込みモードにしますと、当然ながらね、周囲の音をマイクで収集しながら音楽などと合わせて耳に入ってきますので、積極的にね、周りの音を取り込んでくれるなっていう感じはしっかりしました。そして最大の特徴でありますこのライトになりますね。もうこちらがもうさっきから光りまくっていますけども、このようにね、カメラ越しだと点滅調にはなってしまいますが、肉眼だと非常にアンビエントになっていまして、ほのかについてほのかに消えるっていうような仕様になっています。で、これやっぱり日中ですとなかなか目立たないっていうのがあるんですけど、もうとにかくこちらのモデルね、使うのであれば、夕方から夜にかけて屋外で使っていただくとめちゃめちゃ目立ちますね。もうそれに尽きると思います。これをつけて街中歩けば目立つこ
こと間違いないなと思います。特にファッション、見た目を重視されている方にとっては、新しいジャンル、耳をおしゃれに飾るっていう意味でもね、こちらのモデルっていうのはいいんじゃないかなと思います。もちろんね、音楽を再生していない時もこのようにアンビエントで光ってくれますので、ただつけてるだけっていうのもいいかもしれませんね。そして先ほどのこの外音取り込みモードにしておけば、周囲の音を拾うことができますので、イヤホンを耳につけているんですけども、音はちゃんと聞こえてるっていう状態なので、ただファッション用として使うのもありかなと思いました。そしてね、一つ思ったんですけど、こういう風に赤に変えることもできます。そして外音取り込みモードで屋外で夜つけておけば、もしかしたらですけども、人によっては防犯上これ結構周囲に威圧感を与えるかなと思います。この赤いライトをつけている状態で、周りの方がね、この赤い色を見てちょっと警戒を抱くんじゃないかなっていう気もしました。この辺はちょっと防犯上使ってみるっていうのもありかなというふうに思うんですけど、いかがでしょうかね。なかなか個人的には使用する状況っていうのはないんですけど、そういう使い方ももしかしたらできるかもしれません。ということで、音楽もさることながら、とにかくこの光るスマートライトって言われていますけども、様々なカラーに変えることができますので、もうずっと飽きることなくね、使うことができるんじゃないでしょうか。そして自分で撮影したこういった写真をこのカラーに反映させることもできますので、もうずっとね、遊び続けることもできるんじゃないかなと思います。通常のワイヤレスイヤホンに飽きている方にとっては、新たな選択としていいかもしれません。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。